こんにちは、白井塾の白井です。今回の動画では予言定理の公式の証明と、覚え方を解説していきます。まず覚え方なんですけど、ここに予言定理書いてるんですけども、とにかくこの公式を見て、覚えると、もう丸暗記してしまえっていう人もいると思うんですけども、私は、丸暗記はすべきじゃないと、丸暗記しない方がいいってそういうふうに思っています。でどうして覚えるのかっていうと、なぜこの公式が出てきたのか、導き方、その理屈を合わせて覚えた方が、覚えやすいと。丸暗記っていうのはそもそもなかなかできるもんじゃなくて、特にこういう記号の羅列とか数字の羅列っていうのは覚えにくい。電話番号だったり、郵便番号だったり、社会の歴史の年語だったり、そういったものはなかなか覚えられないわけで、そこにリズムが乗ってたりとか、メロディーがあったりとか、語呂合わせがあったりすると覚えやすいんですけども、数字だけ、記号だけとなるとなかなか覚えられない。なかなか覚えられないものを一生懸命頑張って覚えたとしても、今度はそれをずーっと、正確な情報を覚え続けるっていうのもこれまた難しくて、いっぱいいろんな公式を覚えてって詰め込んでいくうちに、もう忘れてしまうことがあるんですね。これマイナスだったからプラスだったからだったりします。なんでこの公式が出てきたのかっていう仕組みを知らないで、つまり丸暗記をしてた人が忘れたとしたら、これはもう出しようがないんですね。プラスだったかマイナスだったか、もう記憶が曖昧になってしまったら、もう当てずっぽうで答えるしかないと。でも仕組みをちゃんと分かってると、多少時間かかるかもしれませんけど、その場で考えて、これこういうわけでこうなってるから、ここはマイナスに違いないと、正解にたどり着くことができるわけですね。なんで公式、中にはもう導き方がややこしくて出し方がややこしくて、とても時間かかるから丸暗記した方がいいっていうのもあるんですけども、なるべく丸暗記しないで済むなら丸暗記しない方がいいと。予言定理なんかは、証明方法も合わせて覚えた方が、いいと思います。導き方だけを覚えるか、公式だけを覚えるかって言われると、導き方だけを、覚えた方がいいと思います。導き方が分かれば時間かかりますけども、公式が出すと。公式だけ覚えてたら、あれどうだったかなっていう時にもう答えを出せなくなってしまうと。なんで、これから証明するんですけども、その証明の方法を合わせてこの公式を覚えてください。でこの公式、予言定理の、公式っていうのは三角形の辺と、ある一つの角度の関係を表した式なんですね。三角形を適当にこう B って書いてあって、ABC の三角形、角度が A と B と C。で、辺はそれぞれ2乗になってます。平方になってます。なんでこれは、正方形の面積と考えると考えやすいですね。なんでここに正方形を書いていきます。ちょっとスペースが足りないです。ここも、下にあって正方形だと思ってください。で、次にですね、ある頂点から垂線を1本下ろしてやって、この垂線を伸ばしたと。伸ばして、今作った正方形を2つの長方形に分割してやると。ちょっと B は紛らわしいんで、こっちに書いていきます。これ正方形なんで、ここが B ならここも B と。で、これ2つに分けた長方形の面積を考えていきます。1つの辺の長さ分かってるんで、これが分かればいいと。この長さなんですけど、横に書き出しましょうか。直角。こうあって、ここの角度が A と分かってる。ここ直角と分かってて、この長さは C と分かってる。
この角度B みたいにこの図を見ると見えますけど B は全体のここの角度なんでここは B じゃないですね。分かってるのは直角と A、角度ですねと C で知りたいのがここの長さと、これ、三角関数コサインの定義そのまんまですね。直角三角形で、斜辺の長さが分かってるとそれにコサイン A をかければここの長さが出ると C コサイン A でここが出ると、なんでそれがここですね。この長さ、C コサイン A と同じようにしてここの長さも出しますね。これはこの直角三角形で見ると斜辺の長さが A、ここの角度が C なんで、コサイン C でこの長さが出ます。同じようにして、残り2つの正方形も長方形に分割していくんですけど、今度はこっちからこう垂線を下ろして2つの長方形に分けます。そうするとここの長さは左辺の長さが B で角度が C なんで B コサイン、C と同様にしてここも斜辺が C でここの角度が B なんで、C コサイン B とこれがもういらなくて同じようにしてここにも垂線を下ろして直角で角度 A で長さ B なんでここからここまでの長さは、B かけるコサイン A と同じようにして A コサイン B A コサイン B、これちょっと移動させましょう。で、それぞれ今6個の長方形ができたんですけどこの長方形の面積をそれぞれ、考えてやると、辺の長さはもう全部出てるんで掛け算するだけですね。ここの長方形だったら、B かける C コサイン A ここに書きますね。 BC コサイン A がこの長方形の面積、こっちの長方形は面積を BA コサイン C、もうこの長方形も簡単に出ます。 A をかければいい。同じように AC コサイン B がこの長方形の面積、ここは C をかければ面積になります。ここも同じですね。こうして長方形6個面積が、記号で出せたんですけど、これで、何が分かるかっていうと頂点を挟んで隣り合ってる長方形ってこれ面積等しくなってるんですね。文字の順番は違いますけど BC コサイン A、CB コサイン A、CA コサイン B、AC コサイン B、ここも同じになってます。なんでこれで今言えることはこことここの面積同じ、こことこの面積同じ、こことここの面積同じなんで、この後話が分かりやすくするために数字を振ってあげましょう。ここ1番、この長方形は、1番とは違う長方形だけど同じ面積の長方形なんで1ダッシュとします。ここを2番として、そうするとここも2番と同じ面積なんで2ダッシュ、ここは3番として、ここは3ダッシュ、同じ面積です。これで準備が整いました。で余弦定理こんな形してるんですけども、これって三平方の定理と、似てるんですね。似てるっていうかここの部分がなければ三平方の定理と。なんで余弦定理は、三平方定理の進化版みたいな感じなんですね。逆に言うと三平方の定理っていうのは余弦定理の特別な場合、角度 A が直角の Y はコサイン A が0になるんで、ここの項がなくなって三平方定理になると。なんで余弦定理を導くときも、三平方の定理みたいな感じで考えていけばいいと思います。とにかく左辺に A 事象と置いて右辺に B 事象と C 事象を置いた場合、これイコールではまだ結べないんですね。直角三角形だったらこれでイコール結べますけど、今直角三角形ではないんで結べないと。でこれで今せっかく出した面積を使って考えると A 事乗っていうのは、根正方形の面積ですよね。っていうのは1ダッシュと2番の長方形の面積の和ということになりますね。1ダッシュと2
で右辺まず B 次乗っていうのは、ここですね。1番と3ダッシュ。C 次乗っていうのは2ダッシュと3番。そうすると、左辺は1番と2番だけ、右辺はここに1番と2番があるんですけども、3番と3ダッシュ、面積一緒なんで3番が2つ分多いんですね。多いんだったら引いてらなくちゃいけないと。マイナス 2×3 番と。そうすると面積はこれで結べました。2×3 2×3 番の面積って何だったかっていうと、3番っていうのはどっちでも一緒ですね。 BC コサイン A だと。ここの長方形なんで、だからそれを2つ分引いてあると。そうすると元通り余弦定理方式になりました。余弦定理というのは結局この長方形の面積を求めるのに、違うか、こっちか。この長方形の面積を求めるのにこの正方形の面積を求めるのにこの正方形足すこの正方形をしてしまったと。そうするとこの部分が立ちすぎてしまったと。この正方形の面積っていうのは1番足す2番なんで、こことここだけでいいはずなのに正方形全体を2つ足したんで、この分が余計だと。余計な分を引いてらなくちゃいけない。今言うと3番を2つ引いてらなきゃいけない。それがマイナス 2bc コサイン A なんですね。実際こうやってここまで細かく書き込んでやると時間かかるんですけども、実際覚え方としてはここまで細かい書き込みをしないで、三角形があったとして、垂線を下ろして長方形を、6個作ってると、こういうのを頭の中にイメージするだけで、もう公式が出せるんですね。じゃあここを A にしましょうか。A と B と C にすると、違う、色の付け方がこれじゃ同じ面積の長方形を、同じ色にしましょう。この長方形とこの長方形の面積同じ。この長方形とこの長方形面積一緒。この長方形はここにある長方形と面積が一緒。A 次乗イコールとしたら、この面積足すこの面積なんで、この黒と青だけなんですけど、B 次乗足す C 次乗にしてしまうと赤が2つ分多いと。 B 次乗足す C 次乗って書くと赤が2つ分多いと。で赤の分を引いておかなくちゃいけないと。こういうことですね。ここの面積はこの4つの長方形を足して赤を2つ引いてやったら出ると。それが余弦定理ですね。で、この段階になって赤の面積を求めるのに、こうでもいいですよ。こうでもいいです。好きな方で垂線1本下ろして、ここの角度が A なんで、ここの長さが B コサイン A と。で、これは長方形ってもそもそも正方形を2つに分割したものですから、こっちの長さは C なんで、C かける B コサイン A。順番変えて BC コサイン A と。これ今 A 次乗でやってますけども、B 次乗にしても C 次乗にしても一緒ですね。B 次乗だったら、この2つの面積と。なのに A 次と C 次を足すと、4つ足すと青の部分が多いから青の部分を引いてやらなくちゃいけないと。青の部分は何だったかっていうと、垂線引くとここの角度が、B なんで C かけるコサイン B が、ここの長さ。それに A をかけたものが青の面積。C 次乗イコールにしなければこの2つの面積なのに A 次乗と B 次を足すと黒だけ多いと。
黒の面積は何かっていうと、交水線を下ろすと斜辺が A でここの角度が C なんで、ここのここの長さが A かける、ここが C か、これが A かけるコサイン C、もともと正方形だったんで B をかければ黒の面積になると。それを2つ引いてやればいいと、こうやって覚えれば、覚えやすいと思います。とにかく長方形を6個作る、正方形を作って分割して垂線で分割して6個作ると、で頂点を挟んだ隣り合った長方形は面積等しい、このぐらい覚えとけば、その場でパッと公式が出てくると思います。では今回は以上です。ありがとうございました。